はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。先日のイベントにねご参加くださった皆さんやご検討いただいた皆さんもありがとうございました。翌月のイベント情報やまた星の動きは月末に LINE でお届けしていますので、お友達登録まだの方はぜひ概要欄からもしくは今出てる QR コードからお友達登録お待ちしております。では行きます。6月後半です。6月後半というのは6月16日からのことですね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ワンド4、ソード6、ソード4逆、ソード8、4646みたいな、ビクトリーですね。ワンドの6、そしてスターの逆、ジャッジメント、気をつけることや対策がソードエースの逆とソード3とオラクルはカップの2です。いいですね。なんか一番最後のやつも女帝ですしね。星の動きでいくとやっぱり、星の動きというか季節の動きでいくと6月21日っていうのが夏至なので、これが1年のちょうど半分ですし、いい区切りですよね。でここまでやってきたことの中で自分が頑張ったことやこなしたことをうまくかみしめながら、そこで改めて出てきているここまで来てようやく出てきた自分の感覚、育ってきたものや心の中で芽生えてきた希望とか目標とかっていう、なんかそれをまたねなんていうのかな、温かく見ていくみたいな感じがするんですよね。想像していただくと分かるんですけど、妊娠しましたとかどんな子が生まれるのかなみたいな、まだ見えないものだけど実際にはものすごく愛おしい存在みたいなね、なんかそういう、今のは例えですけど、そういうのが乙女座の皆さんの心の中に芽生えてくるみたいな感じかもしれませんね。なので6月21日までも決して社会運がすごく強いから悪い時では全然ないんですけども、なんか仕事を頑張るとか外の世界で華やかにやるとか人脈が広がったなとか忙しいなって現実世界にいろんなタイプの喜びがあって、でそれをこなしていくっていうところからもう少し落ち着かせていく、すごく楽しかったからその中でやっぱり自分が選んでいくのはこれだなとか、すごく楽しかったから、もしくはいろんなチャンスがあったからこれからの自分のこと考えたら自分が選ぶのはこっちがいいなみたいな感じでね、ちょっと方向性が決まってくるっていう感じがあるんですね。でそして今大きな時期、大きな流れのタイミングでいくと、パートナーシップや契約に対して真面目に向き合っていきましょうねと、努力していきましょうねと、お互いを理解するために頑張りましょうねっていう時なんですよね。単に愛されて嬉しいとかは幸せだけじゃなくて、苦手なこととかお互いの見なきゃいけないことを見ていったり超えていくことを一緒に話し合っていくっていう時なんですけど、なんかそういった真面目なエネルギーというよりは、この6月後半っていうのはもう少し軽やかな感じで、一緒に未来を見ていこうとか、どうすればいいか解決策を探っていこうみたいな、そんな感じなんです。そしてそこに何か協力者みたいなね、誰かと誰かが集うみたいな感じもあるので、華やかだなという感じです。でカードで見ても非常にここまでうまくやってきましたよみたいな感じがあります。ちょっと落ち着いてるんじゃないですかね。やはり5月6月って華やかな時期だったから、その中で自分の中で頑張れたことがあるとか、この時期頑張ったなみたいなとか、次に見えてきた目標がだんだん現実化してきたぞみたいな感じがあると思います。ただね、全て 100% 全部うまくいくっていうわけではないですよね、現実って。なのでいい方向には向かっているけど、何か一つやめなきゃいけないとか、新しい方向に行くために一つは諦めなきゃいけないみたいな、そういうようなこともあったと思うんですけど、もしかしたら外の運勢が強い分、疲れたみたいな感じでちょっと精神的に休みたいなみたいなね、そういうのもあるかもしれません。ガヤガヤした外で行くと楽しいんだけど、ちょっと一人になりたいとか、ちょっと静かに過ごしたいみたいに思うのは当然のことなので、そういう意味でちょっと泊まりたいなみたいな思いがあったかもしれないし、もしかしたら少し何か
が盛り上がってる一方で何かを収めなきゃいけないみたいなこともあったのかなって感じもします。そして現状はやっぱりソードの8ということで、体がしんどいか、もしくは疲れているか、もしくはこの現状を切り抜けるためにはもっとあれをしなくちゃいけない、もっとこうしなくちゃいけないみたいに自分にこうプレッシャーをかけすぎていて、自分で自分のことをすごく縛っちゃうみたいなね、そんな感じかもしれません。なんだかね、決して現状全然悪くないんですけど、ハートだけを閉じようとしているみたいな感じがありますね。なんか例えば自分がすごく今華やかだと感じてらっしゃる方はね、そうですよって言いたいんですけど、華やかだと感じてない方も実は今のこの状況の中で恵まれていることってあるはずなんですけど、その中でこうすごく自分は気を使って何かをやってきたと。ですごくうまくいってるからこそ、もっと気をつけなくちゃとか、もっとこうしなくちゃっていう形でそのままの自分を出しちゃいけないんだみたいなね、なんかすごくいい人を頑張らって演じなきゃいけないみたいな感じで、本質的な自分の感覚や意見とかそういったものっていうものをなんかちょっとギュッと我慢してる感じがするんですよね。なんかそれがでもそうするのが当然みたいな、そりゃそうですよねって、社会で生きていく上ではちょっとぐらい自分の言うことを言いたいことは我慢しないとやっていけませんよねっていうふうに思ってるかもしれないけど、もっと緩やかに実は開かれているって感じがします、この時期。もっと緩やかに、もっと許していいみたいな、もっと許して、もっともっとって感じかな。もっと許していいって言ってもまだ硬いみたいな感じがあるので、本当に許すってどういうこととか、じゃあ自分が一番心地よくいられる状態ってどういうことみたいなことを感じて、どんどんちょっと肩の力を抜いてリラックスしてるとむちゃくちゃスムーズにいきますね、これは。この要は現状は悪くないんだけど、自分だけがキュッてこう緊張したりとか、ダメなんだ、こういうこと言っちゃダメなんだみたいなことキュッて閉じてるのが、自分自身でそれをリラックスさせていくことによって、なんだ全然悪くないみたいな、力を抜いたら本当にフローしていく、流れていくっていう感じがあり、何にも自分ではそんなに大したことやってないのになって思いながらも、もうビクトリーみたいなね、勝利とかうまくいきますよって、他者からもおめでとうって言われるようなことがありますよって感じで言われてるんですね。でいいんですかみたいな本当にいいんですかみたいな感じで、ちょっと自分では想定外の喜びみたいなのもあり、そしてなんか気づいたら私叶ってたみたいな、今年ご自身が願ったことやなんか立てた目標っていうのは叶ってないみたいな、そんな感じです。ずっと願ってたことって気づいたらできてたじゃない私みたいな感じなので、非常にいいんです。ただ先ほど言ったみたいに、自分で自分を制することだけちょっと気をつけてほしいなって感じです。ここでもね、ソードの3というカードが出ていて、でこれは別に何か本当に悲しいことがあるとか、他者にすごく傷つけられるっていうことではなくって、自分が勝手に自分で自分を責めているとか、自分で自分を縛っている、自分の可能性を本当は誰よりも自分で信じてあげたいのに、一番信じてほしい自分に信じてもらえないハートが泣いているみたいな感じがあって、でもそれも気づいたらすぐ外せるんですけどね、何かね、もし自分がちょっと怖いなとか、こんなこと言ったら嫌われちゃうかなとかっていうことを自分自身で切り開いていきましょうって感じで言われてます。いつまでもそこを守って大事にもう五章大事にこれだけはなんか触れられたくないみたいな感じで守っていくんじゃなくて、もう乙女座の皆さんにはその力があるんだからこそ行きましょう、やりましょうみたいな、勇気を持ってやりましょうみたいな感じがすごいあります。そしたらもうあとはなるようにしかならないみたいな感じで力を抜くとものすごくスムーズにいきます。ここでもね66っていう形で出ていて、6っていうのはね、流れていく、スムーズに流れていくっていう感じなので、すごく後押しされています。運勢に、流れに、勝利っていう感じで、しかもご自身が思ってる以上に周りから助けられてそうなっていくみたいな感じもありますし、オラクルがやっぱりもうカップの2などでね、この時期人間関係いいですよって、自分のこと全然シェアしていいですよって、シェアすればするほど相手からもシェアが返ってきたりして分かり合えますよっていうふうに言われています。なので自分が何かを開こうとしたり、ちょっと踏み込んでみようとしたり、勇気を持ってやろうとしたら、それがふわっと広がっていくっていう感じがありますね。何かが生まれるみたいな、なんかそういうのもありますしね。いい
一人じゃないんですよね。この時期誰かと一緒にその喜びを感じてたりとか、仲間がいるとか、なんか自分って受け入れられてたみたいな感じがすごくあるので、ぜひ許してくださいね、自分のことを。ちょっとその上でちょっと特に仕事のことをちょっと見てみます。乙女座さん、仕事。カップのナイトとペンタクスのナイトと、ストレングスということで、やっぱね、人間関係がいいですね。とても自分が誰かのことを考えて何かをしてあげたいって思うことが仕事のいいアイデアを生んだりとか、仕事単なる仕事でしょっていうだけじゃなくて、人との付き合い、仕事上の付き合いだけどそこで何かが生まれるとか、なんかコミュニケーションを取っていくことによって温かい気持ちになるとか、何かできる、こうすればできるっていうヒントを得られたりとか、そして全然ガツガツしてないんですよね。ものすごく穏やかです。人との関係、仕事で見ててこんなに人が出てくるっていうのはやっぱり人との関係が強いのかなと思うけど、もし人と関わるの緊張しますってなったとしてもね、全然悪くないです。この時期仕事関係の絡み悪くないので、自分ではこんなの出していいかなとか、こんなのなんか宣伝していいかなみたいな思いがあったとしても、嫌がられないかなと思ったとしても全然嫌がられないし、むしろ相手からしたらそれ欲しいものだったんですみたいなのとか、どうすれば純粋にこの自分が持ってる何か素材、これは商材かもしれないし、仕事の能力かもしれないし、何かが他者に受け入れられるだろうかって言った時に他者もそれを求めているみたいな、すごくそこが一致するっていう感じがあるので、それとね、もう一つそのお仕事ではそれは無理でしょうって思っていたことができるっていうような可能性が見えてきますね。不可能を可能にする力が出てきてますから、今ここでね。なので何か自分ではそれは無理でしょうって思ってたのができるかもみたいな。でもそれは一人じゃないんですよ、誰かと一緒に。でもまだ具体案っていうか、まだ案を出してる途中って感じね。これはみんなで話し合いながら協力しながらっていう感じがあります。いい。そしてちょっと人間関係も見てみますね。ペンタクル3、ソードナイト、ワンドに、やっぱり人間関係っていう風に見ても、今人間関係本当に豊かです。星で見てもいろんな人と関わるよとか、コミュニティに入るよとか、サークルに入るよとか、そういった何か人とのネットを通してかもしれませんが、人とのつながりがとにかく強いっていう風に出ているんです。でカードで見てもやっぱり他者から押されるよみたいな、後ろからちょっとそっと押されて応援されて何か進んでいくっていうのもあれば、他者に褒められたりとか評価されたりとか嬉しいことを聞くっていうのもあれば、ちゃんと向き合っていくよみたいな、そしてそこから何か生まれるよねっていうのもある上で、さらに誰かと協力してやっていきますよっていうカードが出てるってことは、よっぽど人間関係においてやっぱ恵まれてるんだなと思います。でその中でもっと自分は進めていきたいんで、もっと早く進めていきたいんだっていう思いもあるかもしれないんですけど、それはそれでいいんじゃないですかね。もしもたもたしてるなって感じるんだったら、それをちょっと自分なりに批判意識ではなく、早くする方が有益だなっていうエネルギーでお伝えすることで、もしかしたらことは早く進むかもしれないし、ご自身が怖いけど何かを切り開いていくっていうのもあったので、言いにくいんだけどちょっと言わせていただきますみたいな形で言うのかもしれないし、ただ人間関係って言った時に自分の姿勢を決めるっていうふうに言われてますね。なんかはっきりするとかね、何かの決め事をするっていうふうに言われてるんですけど、でもそれは他者からなんか結論をもらって決めるのではなく、自分で自分の態度を決めていくっていう感じ。例えば誰かのことが好きなら、その好きな人のことを精一杯応援しようって決めるとかね、なんかとか、すごく社会が動いていた時だと思うので、もしかしたらこれからこの関係性が変わっていくかもみたいな時に、でも自分はついていくって決めるとかね、なんかそういう覚悟を持って自分の姿勢を決めていく。でそれがまたうまくいくって感じで出てるんですよね。怖いけどね、最初はそうするのは。でもそれがものすごい豊かになって絶対分かってもらえますからねって感じが出ています。双方にとっていい形になるっていう感じです。これは
お友達でもそうですし、ビジネスパートナーでもそうですけど、ちょっとなんかここに来てなんか恋愛っぽい感じもするなって感じはありますね。ちゃんと向き合って感情をシェアしてるからね。ということでプラス、もう一枚オラクルカードを引かせてください。まあね、私たち付き合ってますとか、私たちもう夫婦として長いんですとか、もう一緒に仕事して長いですとかっていう関係性であったとしても、結構お互いに遠慮して言ってなかったりとか、自分が勝手に想定してきっと相手はそうだろうっていうふうに思ってずっとなんか言葉にしてなかったこととか、そういうのもなんか今この時期言ってもいいけどなみたいな感じがあります。はい。はい、どうですか？この絵を見て何か感じることがあれば、皆さんもご自身の直感を使ってメッセージを受け取ってみてくださいね。Hidden Truth ということで、隠された真実がありますよねっていうことで、今それを言っていいよっていうこともあるし、または Something Unknown ということで、何かはっきりしないんだけど可能性がいっぱいあるよねっていう感じもします。見えてないんだけど実はその下にすごい可能性があるよねっていう感じもあります。だから今知覚できてることとか見えてることとか現実っていうのは本当に氷山の一角なだけで、その下にすごい可能性があるよねっていうことなので、その可能性というものを乙女座の皆さんが信じて、この時期信じて自分の望むように使ってください。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もしね、分かりました、よかったですという方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。またチャンネル登録もまだの方はぜひチャンネル登録もお待ちしております。では次回また6月末までに次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。